ワンちゃんも人間と同様にストレスを抱えることがあり、そのサインは特定の仕草に現れます。ワンちゃんがストレスを感じているとき、彼らは通常とは異なる行動を示すことがあります。この動画では、ワンちゃんがストレスを抱え込んでいるときに見せる仕草に焦点を当て、ストレスのサインとそれに対する適切な対応方法を探ります。ワンちゃんの健康と幸福を守るために、ストレスのサインを見逃さないようにしましょう。このチャンネルでは、ワンちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネル登録をお願いいたします。その1、トイレが近くなる。ワンちゃんがストレスを感じている時に見せる一つの典型的な仕草は、トイレが近くなるという行動です。ストレスを受けたワンちゃんは、通常よりも頻繁に排尿する傾向があります。これは、ストレスによって体内のホルモンバランスが変化し、膀胱に影響を与えることに起因する場合が多いです。特に、普段はトイレトレーニングがしっかりしているワンちゃんが、家の中で排尿するようになった場合、これはストレスのサインである可能性が高いです。ワンちゃんがストレスから頻繁にトイレに行くようになった場合、まずは獣医師に相談して、健康上の問題がないかを確認することが重要です。健康上の問題がない場合は、ワンちゃんがストレスを感じている可能性が高いと考えられます。ストレスの原因を特定し、可能な限りその原因を取り除くか、ワンちゃんがストレスに対処できるようにサポートすることが重要です。安心できる環境を提供し、定期的な運動や遊び、愛情あるコミュニケーションを通じて、ワンちゃんのストレスを軽減させることが推奨されます。その2、手足を舐める。ストレスを抱えているワンちゃんが示す、もう一つの一般的な仕草は、手足を舐めるという行動です。ワンちゃんが自分の手足を過度に舐める行動は、ストレスや不安から来るものであることが多く、これは自己安定化の行動として行われることがあります。ワンちゃんが自分の体を過度に舐めることは、心理的な不安定さや退屈、不安を示している可能性があります。ワンちゃんが手足を過度に舐める行動を繰り返すと、皮膚炎や感染症のリスクが高まるため、注意が必要です。この行動に気づいたら、まずは獣医師に相談し、皮膚の問題やアレルギーなどの健康上の原因を排除することが大切です。健康上の問題がない場合は、ワンちゃんがストレスを感じていることが考えられます。ワンちゃんのストレスを軽減するためには、安心感を与える環境を作り、十分な運動や刺激を提供し、ワンちゃんとの質の高い時間を過ごすことが推奨されます。ワンちゃんがリラックスできるような環境を整え、ストレスの原因を取り除くことで、この行動を減らすことができます。その3、ハーハーする。ワンちゃんがストレスを感じている時に見せる特徴的な仕草の一つがハーハーする行動です。ワンちゃんは通常、暑い時や運動後にハーハーと呼吸することがありますが、これがストレスのサインである場合もあります。特に涼しい環境や安静時にもハーハーする行動が見られる場合、それはワンちゃんがストレスや不安を感じている可能性が高いです。ストレスによるハーハーは、ワンちゃんが感じている内面的な緊張や不安を表しています。この行動は、ワンちゃんが何らかのストレス源にさらされていることを示唆しているため、注意深く観察することが重要です。例えば、新しい環境、騒がしい音、他の動物や人への恐怖など、様々な要因がストレスを引き起こす可能性があります。ストレスによるハーハーを減らすためには、まずワンちゃんの周囲の環境を見直し、ストレスの原因を特定し除去することが重要です。また、ワンちゃんに安心できる場所を提供し、穏やかな声で話しかけるなどして、
ワンちゃんがリラックスできるようサポートします。必要に応じて、獣医師や動物行動学の専門家に相談することも検討しましょう。その4、あくびをする。ワンちゃんがストレスを感じている時に見せる別の仕草には、あくびをする行動があります。あくびは通常、疲労や睡眠不足のサインとされますが、ワンちゃんにおいては、ストレスや不安の表現としても現れることがあります。特に、ワンちゃんが不安定な状況や、ストレスを感じる環境にいる時に、頻繁にあくびをする場合、これはストレスのサインとして認識する必要があります。ストレスによるあくびは、ワンちゃんが心理的な不快感を和らげようとしている行動です。ワンちゃんが新しい環境や未知の人々、他の動物との交流中にあくびをする場合、これはワンちゃんが感じているストレスを緩和しようとしている可能性があります。このような場合、ワンちゃんがリラックスできるような環境を提供することが重要です。ワンちゃんがストレスによるあくびを見せる場合、飼い主さんはワンちゃんを安心させるために穏やかな態度で接し、安定した環境を提供することが推奨されます。また、ワンちゃんの行動に対して優しく反応し、ワンちゃんがリラックスして安心できる場所を確保することが大切です。ワンちゃんがストレスを感じている場合、適切なサポートと理解を示すことで、ワンちゃんは徐々にリラックスし、ストレスを軽減することができます。その後、後ろ足で体をかく。ワンちゃんがストレスを抱え込んでいる時に見せる典型的な仕草の一つが、後ろ足で体をかく行動です。この行動は、ワンちゃんが不安やストレスを感じている時に現れることがあり、しばしばストレスや緊張のサインとして解釈されます。ワンちゃんが自分の体を頻繁にかく行動は、身体的な不快感だけでなく、心理的なストレスの表れである可能性があります。特に、ワンちゃんが特定の状況や環境において、このような行動を示す場合、それは、ストレスの反応である可能性が高いです。例えば、騒がしい環境、新しい人や他の動物との出会い、家族構成の変化などが、そのトリガーとなることがあります。この行動はワンちゃんがストレスを感じている際の自己安定化の試みであると考えられます。このようなストレス反応を減らすためには、まずワンちゃんがリラックスできる環境を提供することが重要です。ストレスの原因を特定し、可能な限りその原因を取り除くか、ワンちゃんがストレスに対処できるようにサポートします。また、ワンちゃんの行動に敏感に反応し、適切な愛情とケアを持って対応することが推奨されます。その6、マウンティングする。ワンちゃんがストレスや不安を感じている時に見せるもう一つの行動は、マウンティングすることです。通常、マウンティングは繁殖行動と関連づけられますが、ストレスや興奮、支配行動の表現としても見られます。ワンちゃんが人間や他のワンちゃん、さらには物に対してマウンティングする行動をする場合、これはストレスや不安、緊張を表す仕草として解釈されることがあります。マウンティングはワンちゃんが心理的な不安定さを感じている時の一つの発露であり、特にワンちゃんが不安やストレスを感じる状況において増加することがあります。例えば、新しい家に引っ越した後、新しいペットが家に加わった時、または家族の変化があった時などです。マウンティング行動を減らすためには、ワンちゃんがストレスを感じている原因を理解し、適切な環境を整えることが重要です。定期的な運動、適切な社会化、そしてワンちゃんとの質の高い時間を確保することが効果的です。また、ワンちゃんがマウンティング行動を示した際には、その行動を適切に導き、穏やかに制御することが必要です。必要に応じて、プロのトレーナーや動物行動学者の助けを求めることも一つの手段です。
その7、足の裏が締める。ワンちゃんがストレスを抱えている時に見せる仕草の一つとして足の裏が締める現象があります。この行動はワンちゃんが感じるストレスや不安が原因で発汗を引き起こすことがあります。ワンちゃんは人間と異なり、全身に汗腺が少ないため、足の裏に汗腺が集中しています。ストレスを感じると、これらの汗腺が活動し、足の裏が締めることがあります。足の裏が締めることは、ワンちゃんが何らかのストレスや不安を感じている可能性が高いと考えられます。特に、新しい環境への移動、大きな音、他の動物や人との出会いなど、ワンちゃんにとってストレスとなる状況が原因で発生することがあります。このような状況では、ワンちゃんが感じるストレスを軽減するために、安心できる環境の提供や、リラックスするための方法を見つけることが重要です。この問題に対処するためには、ワンちゃんのストレスの原因を理解し、可能な限りその状況を変えるか、ワンちゃんがストレスに対処できるよう支援することが推奨されます。また、ワンちゃんがリラックスできる安全な場所を提供し、落ち着いた環境を整えることが効果的です。その8、人の間に割って入る。ワンちゃんがストレスを感じている時に見せる別の仕草は、人の間に割って入る行動です。ワンちゃんは不安やストレスを感じると、保護者である飼い主さんの近くにいることを望みます。このため、人々の間に割って入るような行動をとることがあります。これは、ワンちゃんが安全を求めて、飼い主さんの近くにいることを選ぶ行動であり、飼い主さんからの保護と安心を求めている証拠です。この行動は、ワンちゃんが不安や恐怖を感じているとき、特に飼い主さんの近くで安全と安心を見つけようとする行動です。ワンちゃんが大勢の中で落ち着かない様子を見せる場合や、家庭内での変化や、ストレスの多い環境にある場合によく見られます。ワンちゃんがこのような行動をとる場合、飼い主さんは、ワンちゃんに対して安心感を与え、ストレスを感じる状況を和らげるように努める必要があります。ワンちゃんが人の間に割って入る行動を示した際には、安心できる環境を提供し、ワンちゃんがストレスを感じないように配慮することが重要です。ワンちゃんに十分な愛情と注意を払い、安心してリラックスできるようにサポートすることで、ワンちゃんはストレスを軽減し、より穏やかな行動をとるようになります。その9、目をそらす。ワンちゃんがストレスを感じているときによく見せる仕草の一つが目をそらす行動です。これはワンちゃんが不安やストレスを感じるときの典型的な非言語的コミュニケーションの一形態です。ワンちゃんが人や他の動物の視線を避けるとき、それはワンちゃんがストレスを感じている、または不快であることのサインです。目をそらす行動は、ワンちゃんが直面している状況に対して心地よくないと感じ、その状況から逃れたいという願望を示しています。ワンちゃんが目をそらす行動を見せるとき、飼い主さんはワンちゃんの感じているストレスの原因を理解しようと努めることが重要です。ワンちゃんが特定の人や物、状況に対して目をそらす場合、それらがワンちゃんにとって不快、あるいは脅威となっている可能性があります。このような行動を認識した場合、飼い主さんは、ワンちゃんをその状況から離し、安全で落ち着ける場所へ導くことが望ましいです。その10、目の端に白目が出る。ワンちゃんがストレスや不安を感じている時のもう一つの重要なサインは、目の端に白目が出ることです。この現象は、ホエールアイとも呼ばれ、ワンちゃんが不安やストレスを感じている時に目を大きく開け、その結果として白目が見える状態を指します。これはワンちゃんが恐れや不安を感じている時によく見られる行動で、ワンちゃんが周囲の環境に対して警戒していることを示しています。
ワンちゃんがこのような目の表情を示す場合、飼い主さんはワンちゃんの感じているストレスや不安を理解し、対処することが重要です。ワンちゃんが特定の状況やもの、人に対してこのような反応を見せる場合、それらがワンちゃんにとってストレスの源である可能性が高いです。このようなサインを認識した際には、ワンちゃんをその状況から離し、安心できる環境を提供することが効果的です。ワンちゃんがリラックスして安心できるように、穏やかな声で話しかけ、安心感を与えることも重要です。その11、食欲不振。ワンちゃんがストレスを抱えている時に見せる典型的なサインの一つが食欲不振です。通常、ワンちゃんは食べることに積極的ですが、ストレスや不安を感じている時、その食欲は大きく減退することがあります。食欲不振は、ワンちゃんが心理的なストレスを経験している重要な指標であり、注意深く観察する必要があります。ワンちゃんが食べ物に興味を示さない、または通常よりも少ない量しか食べない場合、これはワンちゃんがストレスを感じている可能性が高いと考えられます。特に新しい環境、家族構成の変化、他のペットとの関係、飼い主さんの留守が増えたなどの変化が原因でストレスを感じることがあります。食欲不振に対処するためには、まず獣医師に相談して、健康上の問題がないかを確認することが重要です。健康問題がない場合、ストレスの原因を特定し、それを軽減するための措置を講じる必要があります。ワンちゃんが安心して食事をとれるように、静かで落ち着いた環境を提供し、食事のルーティンを一定に保つことが効果的です。その12、過剰な吠え。ストレスを抱えているワンちゃんが見せる別のサインは、過剰な吠えです。ワンちゃんが通常よりも多く、または理由もなく吠える行動は、ストレスや不安の表れである可能性があります。過剰な吠えは、ワンちゃんが何かに対して不安を感じている、または環境に適応しようとしているサインです。過剰な吠えの原因としては、不安や恐怖、退屈、注意を引きたいという欲求などが考えられます。例えば、飼い主さんの長時間の留守、周囲の騒音、他の動物の存在などがワンちゃんにストレスを与える原因となることがあります。ワンちゃんの過剰な吠えに対処するためには、まず吠える原因を理解し、可能な限りその状況を改善することが重要です。ワンちゃんが安心してリラックスできる環境を提供し、定期的な運動や遊びを通じてストレスを軽減させることが効果的です。また、適切なトレーニングを通じてワンちゃんが静かな行動を学ぶことも重要です。必要に応じて、プロのトレーナーや行動学の専門家に相談することも一つの手段です。その13、落ち着きがない。ワンちゃんがストレスを感じている時に示す顕著な仕草の一つに、落ち着きがないという行動があります。ストレスを感じているワンちゃんはしばしば落ち着きを失い、その場で立ち尽くしたり、無目的に動き回ったりすることがあります。このような行動は、ワンちゃんが内面的な不安や緊張を感じていることの表れであり、そのストレス源を回避しようとしている可能性があります。落ち着きがない行動は、ワンちゃんが安心できる環境や安定したルーティンが欠けている場合によく見られます。例えば、新しい家に引っ越しをした後、飼い主さんの生活パターンに大きな変化があった時、または家族構成に変化があった時などです。このような状況では、ワンちゃんは環境の変化に適応しようとしてストレスを感じることがあります。この問題に対処するためには、まずワンちゃんが安心できる環境を提供することが重要です。ワンちゃんに安定した日常と予測可能なルーティンを提供し、安心できる場所や活動を確保することが効果的です。また、
ワンちゃんがリラックスできるように、穏やかな声で話しかけることや、定期的な運動や遊びを通じて、ストレスを軽減することも推奨されます。その14、尻尾を下げる。ワンちゃんがストレスや不安を抱え込んでいる時に見せる、もう一つの一般的な仕草は尻尾を下げる行動です。ワンちゃんが尻尾を下げる行動は、不安や恐怖、服従のサインとして解釈されることが多く、ワンちゃんが感じているストレスの度合いを示しています。通常、ワンちゃんはリラックスしているときは、尻尾を自然に垂らし、興奮や幸福を感じるときは尻尾を高く振ります。しかし、尻尾を異常に下げたり、体の下に押し込めたりする行動は、ストレスや恐れの表れです。尻尾を下げる行動は、ワンちゃんが周囲の環境や特定の状況に対して不安を感じている場合に見られます。例えば、大きな音に怖がる、他のワンちゃんや人に対して恐れを感じる、あるいは家族内の緊張状態に反応している場合などです。この行動を示しているワンちゃんは安心感を求めており、飼い主さんからの支援が必要です。尻尾を下げる行動に対処するためには、ワンちゃんが安心感を得られるような環境を整えることが重要です。ワンちゃんに安全で落ち着ける場所を提供し、ワンちゃんが恐れる状況を可能な限り避けるようにします。また、ワンちゃんと穏やかに接し、安心させるための行動をとることが推奨されます。その15、耳を後ろに倒す。ワンちゃんがストレスを感じているとき、よく見せる仕草の一つに、耳を後ろに倒す行動があります。ワンちゃんの耳は、その感情状態を表す重要な指標であり、耳を後ろに倒す仕草は、不安や恐怖、服従のサインとして解釈されます。この行動は、ワンちゃんが何らかのストレスや脅威を感じている時に見られ、通常よりも耳が低く、後ろに引っ張られる様子が特徴的です。耳を後ろに倒す行動は、ワンちゃんが不安定な状況や恐怖を感じる環境にいる時によく見られます。例えば、大きな音がする環境、見知らぬ人や動物が近づいた時、または家庭内での緊張が高まった時などです。このような状況では、ワンちゃんは自身の不安や恐怖を表現しており、安心させる必要があります。ワンちゃんがこのような仕草を見せる際には、飼い主さんはワンちゃんに安全で落ち着ける環境を提供することが重要です。ワンちゃんを恐怖やストレスの原因から遠ざけ、静かで安心できる場所へ導きます。また、優しい声で話しかけるなどして、ワンちゃんがリラックスできるようサポートすることが効果的です。その16、隅に隠れる。ストレスを抱えているワンちゃんが示す別の行動は、隅に隠れることです。ワンちゃんがストレスや恐怖を感じているとき、安全な場所を求めて、家の隅や家具の下などに隠れることがあります。この行動は、ワンちゃんが周囲の環境に不安を感じ、自らを守るための場所を探していることを示しています。ワンちゃんが隅に隠れる行動は、ワンちゃんが何らかのストレスや恐怖を感じている時の典型的な反応です。この行動は、特に新しい環境、大きな音、見知らぬ人や動物、または家庭内の変化が原因で生じることが多いです。ワンちゃんがこのような行動をとる場合、飼い主さんはワンちゃんに安心感を提供し、ストレスの原因を取り除くことが重要です。ワンちゃんが隅に隠れる場合、飼い主さんはワンちゃんを無理にその場所から引き出そうとせず、ワンちゃんが自分から出てくるのを待つことが大切です。ワンちゃんに安全で落ち着ける環境を提供し、穏やかな声で話しかけることで、ワンちゃんが安心して出てくるのを促します。また、ワンちゃんがリラックスできるような活動や運動を通じて、ワンちゃんのストレスを和らげることも効果的です。その17、過剰なグルーミング。
ワンちゃんがストレスを感じている時に見せる一つの典型的な行動は過剰なグルーミングです。ワンちゃんは通常、自分の体を舐めて清潔に保つためにグルーミングを行いますが、ストレスや不安を感じている時には、この行動が過剰になることがあります。過剰なグルーミングは、ワンちゃんが感じる心理的な不安や緊張を和らげるための一種の自己安定化行動です。特に、ワンちゃんが特定の部位を繰り返し舐めたり噛んだりする場合、それはストレスのサインである可能性が高いです。この行動は、ワンちゃんが不安やストレスの原因から気をそらすための手段として行われます。しかし、過剰なグルーミングは皮膚の損傷や感染症を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。ワンちゃんが過剰なグルーミングをする場合、飼い主さんはまず獣医師に相談し、皮膚病などの医学的な原因を排除することが重要です。その上で、ワンちゃんがストレスを感じている原因を特定し、それを取り除くか、ワンちゃんがストレスに対処できるようサポートします。また、ワンちゃんがリラックスできる環境を整え、定期的な運動や遊びを通じて、ストレスを軽減させることが効果的です。その18、震える。ストレスを感じているワンちゃんが示すもう一つの行動は震えることです。ワンちゃんが震える行動は、寒さや興奮以外に恐怖や不安を感じている時にも見られます。特に、ストレスの高い状況や恐怖を感じる環境にいる時に、ワンちゃんは体を震わせることがあります。この震えは、ワンちゃんが感じている内面的なストレスや不安の物理的な表現です。ワンちゃんが震える行動を見せる場合、飼い主さんはワンちゃんの感じているストレスの原因を特定し、その原因を除去するための措置を講じることが重要です。ワンちゃんが安心できる環境を提供し、穏やかな声で話しかけることで、ワンちゃんがリラックスできるようにサポートします。震える行動に対処する際には、ワンちゃんを安心させるために、暖かく穏やかな環境を整えることが推奨されます。ワンちゃんがリラックスして安心できるように、適切なケアとサポートを提供することが重要です。その19、物を噛む。ワンちゃんがストレスを抱えている時に、よく見せる行動の一つに物を噛むがあります。通常、ワンちゃんは遊びや探索の一環として物を噛むことがありますが、ストレスや不安が原因で物を噛む行動が増えることがあります。この行動は、ワンちゃんが感じているストレスや不安を和らげるための方法として行われることが多く、ワンちゃんにとっては一種のストレス解消法です。ワンちゃんが家具や玩具、靴など、普段は噛まないものを噛むようになった場合、それはワンちゃんがストレスを感じているサインかもしれません。特に、飼い主さんの長時間の不在、家庭環境の変化、他のペットとの関係などがストレスの原因となることがあります。ワンちゃんのこのような行動に対処するためには、まずワンちゃんのストレスの原因を特定し、それを軽減するための措置を講じることが重要です。ワンちゃんに適切な噛み玩具を提供し、定期的な運動や遊びを通じて、ストレスを軽減させることが効果的です。その20、飼い主さんを避ける。ワンちゃんがストレスを感じている時に見せるもう一つの行動は、飼い主さんを避けることです。通常、ワンちゃんは飼い主さんとの絆を重視し、一緒にいることを好む動物です。しかし、ストレスや不安を感じている場合、ワンちゃんは飼い主さんから離れて、隔離された場所で過ごすことを選ぶことがあります。これはワンちゃんが現在の環境や状況に圧倒され、安全を求めているサインと考えられます。ワンちゃんが飼い主さんを避ける行動は、新しい環境への移動、家庭内での緊張、他のペットとの関係など、様々なストレスの原因によって引き起こされることがあります。
このような行動を見せるワンちゃんは、不安や恐怖を感じており、飼い主さんからの支援が必要です。この問題に対処するためには、ワンちゃんが安心できる環境を提供し、ワンちゃんに対して穏やかで優しい接し方をすることが重要です。ワンちゃんが安心して飼い主さんの近くに戻ってこれるように、安全で静かな場所を確保し、ワンちゃんが自分のペースで飼い主さんに近づけるようにします。また、ワンちゃんとの積極的な相互作用を通じて、ワンちゃんがストレスを感じないようにサポートすることが効果的です。ワンちゃんがストレスを抱え込んでいる時に見せる仕草の動画から、ワンちゃんがストレスを感じている際の様々なサインを学びました。過度な吠え、落ち着きのなさ、食欲不振などの行動は、ワンちゃんがストレスを経験している可能性を示しています。これらのサインを認識し、ワンちゃんに適切なサポートを提供することで、彼らのストレスを軽減し、健康と幸福を保つことができます。ワンちゃんのストレスの兆候に注意を払い、適切に対応しましょう。このチャンネルでは、今後もワンちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。